明けましておめでとうございます。シーサーです。今回の動画は韓国で爆買いしたこれらの文房具の後編動画となっています。前編の動画は概要欄にリンク貼っておくので、もし時間がある方は前編の動画ご覧ください。これまで前編では韓国のブランドの文房具を紹介してきました。今回の後編からは中国とか、あとドイツとか日本の文房具を紹介していこうと思います。ステッドラ92535の韓国限定色が登場しますので、ちょっと僕もワクワクしています。それではやっていきましょう。まずはこちらですね。カコっていうブランド、日本ではあんまりね聞いたことない人が多いと思うんですけれども、カコは上海の文房具ブランドとなっています。2011年に設立された結構新しいブランドですね。今回カコのペンは3本購入したんですけれども、どれもねすごいシンプルなデザインで、なんていうんですかね、なんか言葉選ばず言うと、なんか中国の安っぽい感じではなくて、本当になんかしっかりとねデザインまで作り込んでるなっていう、そんな印象を受けたので買ってみました。で、まずはこちらのロケットシャープペンシル 0.5mm を開封していきましょう。ロケットとはどういうことやっていうことなんですけれども、はい、こちらでございます。カコのロケットペンシル 0.5mm でございます。色はブラックですね。価格は3800ウォンなので、日本円で437円ぐらいですね。こちらロケットシャープペンということで、この先端はロケットをね、彷彿とさせる口金のデザインになっています。ロットリング600のね、シャーペンの口金なんかはこんな感じでダンってね、一回細くなってからガイドパイプがあるんですけれども、こちらのロケットシャープペンシルは、一回ね、細くなってで、さらにまた細くなってからガイドパイプがないっていうね、結構特徴的な、あんまり他にはないデザインのシャーペンかなと思います。ノックをするとこのようになっていまして、このペンの面白いのが、この先端のパイプの部分が口金と一体化になっているっていうところなんですよね。普通のシャーペンっていうのはこの口金と先端のパイプっていうのが違うパーツになっているんですけれども、こちらは全部一つでねまとめて作っているっていう、そんなシャーペンとなっています。で、特殊な加工技術によってシャープ芯が揺れないようになっているので、安定した筆記が可能とのことです。このグリップのところはねドットのへこみがあるんですけれども、滑りにくい配慮がされていそうで、普通に滑りそうですね。これはボディがプラスチックなので、結構サラサラとした触り心地なので、かなり指が乾燥している時なんかは滑りやすいんじゃないかなと思います。ただめちゃくちゃ軽いです。このペン測ってみるとたったの 9g となっているので、クルトガのスタンダードタイプよりもちょっと軽い、そんなシャーペンとなっています。これノックをして芯を出す時に、毎回ちょっと戻るんですよね、芯が。結構こういうペンってプラスチックチャックのペンに多いんですけれども、このペンプラスチックチャックかなと思ったら、金属チャックが使われていました。金属チャックなので、一安心できたんですけれども、やっぱり日本製のシャーペンと比べるとこういうところの作りはちょっと甘いなと思いますね。クリップはこんな感じになっていまして、このクリップの先端のところは少しだけ隙間がもう開いちゃってますね。なので1枚だけ紙を挟むとかってなると結構もうスカスカなので、あんまり薄いものは挟まない方がいいかもしれないです。で、このペンの天井のところはこんな感じでキャップに穴が開いていまして、ちっちゃい子が間違えて飲み込んでしまっても軌道が確保できるような配慮がされているんじゃないかなと思います。この部分に関してはロットリングもね同じようなものが採用されているので、結構ロットリングを感じるデザインだなと勝手に思いました。で、消しゴムもこんな感じでついております。それでは書いていこうと思います。なるほどですね。確かにね、芯のブレっていうのはかなり少ないシャーペンだなと思いました。書いてる時にしっかりと先端が固定されているので、結構コツコツとしたね、書き心地を楽しめますね。ただ、このペンの上部のキャップら辺が書いてる時に結構カタカタとね、音がするので、ちょっとそこら辺が、安っぽい書き心地だなと思いました。ただプラスチックボディってことでグリップ力はあんまり高くないですね。あと先端のパイプのところがシルバーじゃなくて黒になってるので、芯と同じ色なんですよね。なので芯がどれだけ出てるかっていうのもちょっとねパッと見では分かりにくいので、そこら辺も少し気になりましたね。でも普通に使っていく分には全然いいんじゃないですかね、このペンは。続いては同じくカコのサーフェスジェルペン 0.5 を開封していこうと思います。
うわ、すごい。いやいや、ここのクリップやばいな。こちらが過去のサーフェイスジェルペンの 0.5mm のブラックでございます。お値段が2500ウォンなので、日本円で287円ぐらいですね。さっきのロケットシャープペンシルと比べてみると、まあ結構統一感のあるデザインで、過去らしいシンプルなデザインかなと思います。ただこのペンの最も特徴的なデザインが、このクリップですね。めちゃくちゃきしめんですね。一般的なシャーペンのクリップと比べてみるとこんな感じで、もう面積で言うと多分6倍とか10倍とかそれぐらいありそうですね。こちらのサーフェスという名前なんですけれども、面という意味がありまして、きしめんの面じゃなくて表面の面なんですけれども、このクリップがね、面になっているっていうことから、サーフェスという名前が付けられたんじゃないかなと思います。握った感じ、こんな感じですね。クリップが大きいので、その分重心が高く感じてしまいますね。握ってるとこの指にね、クリップの先端が当たってちょっと不愉快だな。もう少しクリップ短くしてほしかったなと思います。ノックをするとこんな感じですね。ノック感はすごいバネを感じますね。すごいコシのあるノック感というか、もうまさにきしめんみたいなボールペンだなと思います。さっきのロケットシャープペンシルは、結構プラスチックでサラサラとした触り心地だったんですけれども、今回のジェルペンに関しては表面にラバータッチ系のコーティングが施されているような感じがして、すごいね、触ってて気持ちがいいですね。で、このペン面白いなと思ったのが、ロゴがね、このボディにどこにもないんですよね。日本でいう無印良品みたいな、そんなデザインのボールペンだなと思います。ただロゴは実はありまして、この天井の部分に過去の K のね、ロゴマークが付けられています。それでは実際に書いていこうと思います。使ってみた感想としては、よくあるプラスチックボディのゲルインクボールペンだなっていう、そんなような書き心地ですね。ゲルインクということで、インクのかすれもかなり少ないですし、文字は結構ね、綺麗に書けて、筆跡もしっかりと残りやすいかなと思います。ペン先の型付きは少しあるんですけれども、そんなに気にはならなかったですね。僕が使っててやっぱ一番気になったのはこのクリップですね。やっぱ握ってるとどうしてもクリップが指に当たっちゃうので、正直ちょっとね、そこが握りにくいなと思いました。ただラバータッチ系のコーティングが表面にされているので、ステッドラーのヘキサゴナルみたいな感じで、握ってて指に優しくて滑りにくいような感じはしっかりとありましたね。はい、続いてはこちらを開封していきましょう。こちらはね、赤めな、ボディのペンなんですけれども、結構いろんなカラーバリエーションがありまして、赤だけじゃなくてオレンジとか青とか茶色とか、いろんなカラーが売ってる中で、今回はこの朱色みたいな赤色を購入しました。こちらが過去のピュアソフトジェルペンバージョン2でございます。カラーはバーガンディで2000ウォンで買いました。日本円で230円ぐらいですね。こちらがバージョン2ということで、さっき紹介したこのサーフェイスジェルペンがバージョン1なのかな、ちょっと本当のことはわからないんですけれども、さっきのサーフェイスよりもクリップはちっちゃくなっています。ちっちゃくって言ってもかなりちっちゃいですね。普通のペンと比べてみると3分の2ぐらいのサイズしかないので、過去のペンってすごい斬新というか、大げさですよね。もうとにかく大きくしてみたり、とにかくちっちゃくしてみたり、ちょうどいい普通ぐらいのサイズがないっていうのがこのブランドの面白いところだなと思います。ノック感としてはさっきのきしめんよりも柔らかめというか軽い力でノックできますね。めちゃくちゃ気持ちいいノック感かと言われたらそんなことないんですけども、全然不快ではないですね。口金のところとこのノックキャップのところは光沢のある樹脂が使われているんですけれども、このクリップとボディのところは先ほどのきしめんと同じくラバータッチ系のコーティングが施されているので、グリップ力が高いモデルとなっています。しかもさっきのきしめんとは違ってこのクリップの先端が握っている時に指に当たらないようになっているので、すごい握りやすいペンだなと思います。このペンに関してはこのクリップの側面のところに過去とロゴが書かれています。このキャップの天井のところはね、何も書かれてなくて、このクリップの側面だけに文字があるといったこちらもシンプルなボールペンですね。では書いていきましょう。おー、面白いですね。こちらはバーガンディというカラーなので、ちょっと赤の中でも結構暗めなね、どっちかっていうとワインレッドみたいな、そんなような感じの色味になっております。
ゲルインクボールペンなのでかすれも少ないし、サラサラと書けるような感じはありますね。でも筆圧をかけずに書くのはあんまり向いてないかもしれないですね。筆圧をかけないと結構かすれやすくなっちゃうので、インクのフローはめちゃくちゃ積極的かと言われたらそんなことはないです。なのでちょっと筆圧をかけて書く必要はあるかなと思います。さっきのきしめんボールペンよりもクリップがね、指に当たらないので、その分握りやすくて、で、なおかつ軽量ボディということで、実用性はね、これ結構高いんじゃないかなと思いました。続いてはファーバーカステルのペンを開封していこうと思います。ファーバーカステルといえば、僕自身そんなにたくさんは持ってないんですけれども、こんなものがありまして、一番有名なシャーペンで言うとこちらですかね。TK ファインバリオ L というものでございます。こちらお値段が税込み2200円となってまして、このペンの特徴としては、ここにハードとソフトがね、あるんですけれども、で、このハードの三角の矢印に向かって、こうやって軸を回してあげると、ペン先のガイドパイプが固定されて、しっかりとした書き心地になります。で、このソフトの方に回してあげると、先端の芯にクッション機能が働いて、ふわふわとした書き心地で、芯が折れそうなぐらい強い筆圧がかかると、芯が引っ込んで守ってくれるといった、結構機能的なシャーペンとなっています。そんなね、ファーバーカステルのペンなんですけれども、今回購入したのは日本では取り扱いのないモデルっぽいんですよね。ちょっとこのモデル初めて見たので、早速開封をしていこうと思います。こちらがファーバーカステルのグリップマジック2018のブラックでございます。お値段が5400ウォン、日本円で620円ぐらいですね。プラスチックボディなんですけれども、やっぱりね、ドイツブランドということで、これまでのモデルと比べると、ちょっとね、お高めな印象を受けますね。正直特徴的な部分があるかと言われたらそうでもないんですけれども、ちょっとデザイン見ていきますと、ここのね、グリップのところが後ろよりもちょっと膨らんだような形状になっているので、結構握りやすいグリップになっています。で、あとは先端をノックしてみますと、こんな感じで、おそらく 4mm だと思うんですけれども、すごい長いガイドパイプが出てきます。こういうパイプスライド式のシャーペンで、こんなに長い 4mm のガイドパイプっていうのはあんまりないので、製図用として使いながら、しっかりとね、使わないときはガイドパイプを守ってくれるといった、人によってはすごいありがたい機能かなと思います。このクリップのところはこんな感じでカーブを描いたデザインになってて、で、このロゴのところはシルバーの箔押しがされています。すごい上品ですよね。で、このノックキャップのところなんですけれども、この黒いところがね、ちょっと飛び出てるっていうんですかね、あんまり見ないね、デザインだなと思います。で、キャップを開けると、消しゴムがこんな感じで入っていますね。それでは書いていきましょう。正直パイプがスライドするシャーペンって結構隙間ができやすいので、そういうところでね、ちょっと柔らかい書き味だったり、カチャカチャいう書き味っていうのも多いんですけれども、これは普通に固定式のシャーペンと同じぐらい、がっちりとしたね、先端になってて、そこはよくできた作りだなと思います。一応このペンメイドインジャパンなので、そういうところも安心できる作りかなと思います。プラスチックボディなので、重厚感のある書き味ではないんですけれども、普通にささささっとね、書く用途だったら全然使えるシャーペンかなと思います。はい、続いてこちらも、ファーバーカステルなんですけれども、ダストフリーというね、消しゴムでございます。お値段が810ウォンなので、日本円で93円ぐらいですね。結構安いですね。一応ね、日本でもこのダストフリーは取り扱いはあるっぽいんですけれども、ちょっとね、パッケージのデザインが違うんですよね。で、写真を見る限りもう少し細長めな形状だと思うので、おそらくね、これと全く同じモデルは日本では取り扱ってないんじゃないかなと考えています。で、裏側にはね、韓国語がこうやって書かれていたりして、結構韓国感がね、ある消しゴムっていうのが、面白いなと思って買ってみました。続いてこちらは皆さんおなじみのモノ消しゴムでございます。ただのモノ消しゴムではあるんですけれども、ここにね、韓国語で書かれているんですよね。それがちょっと面白いなと思って、ほら、ここら辺の表記とかもね、やっぱり韓国語なので、韓国に行ってきたお土産としてちょっと面白いなと思って、これも買っちゃいました。お値段が700ウォンなので、日本円で80円ぐらいですね。日本だとこれと全く同じモデルが税込み77円で売っているので、韓国で買った方が3円ぐらい高かったですね。続いてこちらでございます。ペンテルのフィエスタハイポリマーリーズで20本入り ×60mm となっています。
ペンテルのシャープ芯って結構ね、僕大好きなんですけれども、まさかのね、日本で見たことのないシャープ芯が売っていたので、こちら買っちゃいました。価格が1500ウォン。日本円で172円ぐらいですね。20本しか入ってないのに170円もするってことで、結構高めですよね。今回ね、韓国で行ったキョボ文庫の高価門店さんは、このシャープ芯以外にも、普通にペンテルのアインシュタインとか、このペンテルのアインとかも売っていたんですけれども、これもね、平然と売られていたんですよね。製造国はメイドイン台湾ですね。開け方としてはこんな感じです。なんか懐かしいな。なんかこんな芯ケースを使っている友達が小学校の時にいたような気がしますね。本当にプラスチックをめちゃくちゃね曲げて開閉するシステムなので、少し力はいるんですけれども、このクリック感はすごいですね。ただこれここに指を置いたままやっちゃうとちょっと痛いので、そこは注意が必要かなと思います。ではこの写真使っていこうと思います。試すシャーペンは僕のチャンネルでもレギュラーの野原工芸の欅のシャーペンですね。どうして日本ではこのシャープ芯が売られていないのかっていうところも結構気になるんですけれども、ちょっと使ってみようと思います。いいですね。やっぱり僕がね、すごく好きなペンテルのシャープ芯ってこともあって、やっぱりペンテルらしい書き心地を感じますね。気になるね、芯の消耗も比較的ゆっくりめなので、そこまで頻繁にシャーペンを回す必要もなくて、結構使いやすいシャープ芯かなと思います。ただやっぱりペンテルのアインシュタインとかの芯と比べると少し柔らかめな印象を受けるので、僕的にはね、アインシュタインとかアインの方が好きかなといった感じです。はい、続いてはね、今回の紹介動画で最後のブランドとなるステッドラーを見ていこうと思います。ちょっとね、ステッドラーいろいろ買っちゃったんですけれども、一番お手頃であるこちらのモデルを開封していこうと思います。こちらはステッドラーの 92575 の 0.3mm、0.5mm、0.7mm、0.9mm の4種類、購入しました。お値段は1本5000ウォン。なので日本円で575円ぐらいですね。実はこのステッドラーの92575って日本だと385円で買えるんですよね。なのにわざわざ韓国に行って575円で買ってしまうという、結構もったいないことしちゃったので、ちょっと今落ち込んでます。ステッドラー92575というシリーズは実は最近登場したモデルとなっていまして、ステッドラーの中ではかなりお手頃なんだけれども、先端には 4mm のガイドパイプを搭載して、ここにはねコード表示窓を採用しているということで、製図用シャーペンとして必要な機能はしっかりと抑えた、そんなステッドラーの中のエントリーモデルとなっています。芯径が 0.3mm から 0.9mm の4種類展開となっているので、もう全部買っちゃいました。ここがカラフルになっているのは芯の太さによって色を分けているんですよね。結構製図をする人って、いろんな芯径のペンを机の上に置きながら、今は 0.3mm が欲しい、今は 0.9mm が欲しいっていう感じで使うんですけれども、ここで色分けがされているので、すぐに欲しい芯径を見つけることができるという機能になっています。あとはちょっと分かりにくいかもしれないんですけれども、この口金のところにね、横に線が入っているんですけれども、この入っている線の本数も芯径によって違ってきます。0.9mm はここに3本の横線が入ってて、0.7mm は2本で、0.5mm は1本で、0.3mm は0本という感じで、書いてる時にこの先端を見るだけで何ミリの芯を今使っているのかっていうのを把握できるようになっています。そこら辺はさすがステッドラーですよね。こちらのペン持ってみた感想としてはかなり軽いですね。9.3g ということで 10g を切っちゃってるので、ペンの中ではかなり軽めです。今回の92575、日本で買うと385円なんですけれども、同じ価格でこちらのステッドラーの92515というのがあります。こちらは全身真っ黒のシャーペンで、すごいねかっこよくて、でなおかつ92575と同じ価格ということで、このペンかなりねおすすめしているんですけれども、このペンも重さがたったの 9.3g となっています。なので重さに関してはほとんど変わらないですね。でちょっと軽くね比べてみますと、先端の口金は一緒なんですかね。これちょっと交換できるか試してみようと思います。一応ネジはね回すことはできたんですけれども、ちょっとネジが硬めなので、完全に一緒のパーツかと言われたらそんなことなさそうですね。
でこの口金のパーツもこちらの左側が今回購入した92575なんですけれども、92575の方が少し丸みを帯びたデザインになっていますね。あとよく見てみると若干階段部分の形状も違うので、全く同じっていうわけではないですね。しっかりそれぞれのペンのね、テイストに応じてデザインを変えているので、そういうところもさすがステッドラだなと思います。で、グリップ見ていきますと、パッと見は同じデザインに見えるんですけれども、こっちの92515はエラストマーといって、結構ラバーグリップみたいにしっかりと滑り止め効果があるんですけれども、今回の92575はプラスチックなので、92515ほどはグリップ力はないかなと思います。92515のコード表示窓はここに付けられています。回すたびにカチッカチッといった感覚があるので、中途半端な位置でこうやって止まってしまう心配っていうのは比較的少ないんじゃないかなと思います。92575のコード表示窓はここにありまして、このペンの天井のね、この色がついた部分をこうやってくるくる回していきます。ただ残念だなと思ったのが、回すときにカチッカチッっていう手応えが全くないんですよね。なので結構使ってると振動でこうやって勝手に回っちゃって、なんか違う表記になっちゃいそうでちょっと怖いですね。クリップのデザインなんかはかなり似てるので、ここら辺はさすがに同じものを使ってるんじゃないかなと思います。92515と92575は、兄弟的な感じで考えていただければいいんじゃないかなと思います。で、この天井のキャップには点5とね、芯の太さが書かれていまして、ここに穴が開いています。これはちっちゃい子が間違えて飲み込んでしまっても、一時的に軌道を確保するためのパーツとなっていますね。では、書いていこうと思います。ノックした感じは92515とめちゃくちゃ似てますね。この柔らかいノック感がね、すごい特徴的です。なるほど、なるほど。書いてみた感想としては、ステッドラーの92515よりも合成感が増したボディだなといった感じですね。ステッドラーの92515ってめちゃくちゃ柔らかいんですよ。ボディがすごいふにゃふにゃとして、すごい柔らかい書き味なんですけれども、それと比べたら硬めな書き心地になっております。プラスチックボディではあるんですけれども、やっぱり完成度高いですね。書いてる時のね、キャップのカタカタ振動っていうのもないですし、やっぱりね、かなりね、しっかりと作り込まれたシャーペンだなと思います。めちゃくちゃ素早くね、計算問題とか解きたいっていう人は 0.7mm とか 0.9mm で滑らかな文字でササササササって書くのもいいかもしれないですね。はい、ラスト2本になりました。こちらもステッドラーでございます。こちらはステッドラーのグラファイト779でございます。お値段は5000ウォン。日本円で575円ぐらいですね。さっきの92575も5000ウォンなので、この2つは同じ価格で購入しました。日本ではこのグラファイト779っていうモデルはおそらく取り扱いがないんじゃないかなと思ってて、僕初めてこのペン見たんですよね。特別めちゃくちゃかっこいいかって言われたらそんなこともないし、すごい書きやすそうかと言われたらそんなこともなかったんですけれども、コレクションのね、一部として買ってみました。先端をノックしますとこんな感じで、製図用シャーペンみたいにすごい細いガイドパイプではないですね。一般筆記用のシャーペンといった感じです。ノックした感じすごい静かですね。でもこのノック感的になんかプラスチックチャックみたいな感じがしますね。なんかあんまりノックした時の押し応えがなくて、なんかすごい柔らかいノック感なので、やっぱりか。プラスチックチャックでしたね。やっぱこのね、芯をホールドするチャックの部分がプラスチックで作られていると、芯をホールドする力が金属チャックと比べると全然弱いんですよね。なのでこうやって芯を出して机の上にね、強くグッと押し当てると、芯がね、勝手に戻っちゃうこともあるので、なんかあんまりね、信頼できないんですよね、プラスチックチャックのシャーペンって。で、あとなんかプラスチックチャックのシャーペンって書いてる時になんかすごい柔らかい書き味になるっていうんですかね。なんかそういう書き味も、もちろん好みだとは思うんですけれども、僕はちょっと好きになれないところがあって、しかもこのペン日本円で言うと575円ぐらいだったので、それぐらいの金額するなら、やっぱりプラスチックチャックは絶対にやめてほしかったなと思います。多分そういうこともあってか、ステッドラーの日本支社ではこのモデルを取り扱ってないんじゃないかなと勝手に思っていますね。で、グリップはラバーグリップになってて、ちょっとね、ここくぼんだ形状になってるので、滑りにくくなっています。ただ握った時にクリップが長すぎるせいで、こうやってね、回しながら書いてると指にクリップが当たってしまうんですよね。ちょっとそれは残念です。
で、キャップをこうやって取り外していきますと、消しゴムがすごい面白くて、こんな感じのね、ギザギザパーツが付けられたこのプラスチックカップみたいな中に消しゴムがストンと入っているっていった構造になっています。あんまり見ないですよね、この構造。ステッドラーのこのモデルはメイドインジャーマニーですね。ステッドラーのシャーペンって結構ね、日本製なことが多いんですよ。92575もメイドインジャパンですし、後で紹介する92535とかもメイドインジャパンなんですけれども、やっぱりシャーペンの製造で言うと日本製っていうのがね、ダントツで僕の中では信頼してて、ドイツで作られたシャーペンってあんまりパッとしないんですけれども、こちらメイドインドイツということで、なるほどなと思いましたね。作ってる工場からもそもそも根本的に違うので、いわゆるこのステッドラーのね、製図用シャーペンと比べると、品質は落ちるかなといった印象です。それでは書いていきましょう。ノック感はかなりね、柔らかいですね。ちょっとキュッキュしますね、これは。僕書いてる時にキュッキュって音が鳴るシャーペンすごく嫌で、鳥肌が立つんですよ。ちょっと聞いていただくと、なんていうんですかね、なんか書いてる時にちょっと超音波がね、混じってるような、キュッ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 っていう書き心地が、なんかすごい僕好きじゃなくて、で、鳥肌が立っちゃって、全然力を込めて握れなくなっちゃうんですよね。なんかそれがちょっと感じてしまいます。中に入ってるシャープ芯もそうなのかもしれないし、多分ね、これプラスチックチャックの影響なんじゃないかなって考えています。これは僕はあんまり好きじゃないかな。はい。最後になりました。皆さんお待ちかね、僕もお待ちかねのこちらを開封していこうと思います。ステッドラーリミテッドエディションカムサハムニダ。こんな感じのマットなね、化粧箱に入っていますね。今回購入したのはステッドラーの韓国限定色ということで、ステッドラーの韓国の支社がステッドラーの本社と連絡を取り合いながら、作ったモデルなんじゃないかなと思ってて、日本ではこのパッケージあんまり見たことがないんですよね。日本だとステッドラーってこんな感じで、透明なね、プラスチックの化粧箱にペンがディスプレイされているっていう感じが多かったんですけれども、これはそれぞれの国の支社によって全然違うので面白いなと思いました。まさかのエンボス加工ですね。かっこいいですね、これ。思った以上にこれ立体感があるので、めちゃくちゃオリジナル感がありますね。では、開けていきましょう。めちゃくちゃ紫。こちらがステッドラーの92535、韓国の2023年の限定色、ダークバイオレットでございます。お値段が28,000ウォンということで、日本円だと3100円ぐらいしました。このペンもショーケースの中に入ってたので、店員さんにね、わざわざ取ってもらわないといけなくて、コミュ障の僕はなかなか戸惑ったんですけれども、このペンの写真をパシャッと撮って、で、店員さんに Sorry, I want this model って言って、このペンを取り出してもらいました。一応これね、日本でも買おうと思えば買えるんですけれども、Amazon だと3500円ぐらいで販売されているので、現地に行って買った方が少しだけお得でしたね。で、僕が買ったのはこちらのダークバイオレットなんですけれども、もう一個ソーダライムというね、カラーも登場していたんですけれども、そちらはどうやら売り切れてしまってたっぽくて、今回はね、この紫だけを購入しました。そんなにたくさんは持ってないんですが、これが僕のステッドラーの92525、92535コレクションですね。最近で言うと日本支社の設立50年目を記念したこちらのロイヤルブルーのね、動画を作ったんですけれども、こんなものがあったり、あとはね、ホワイトがあったり、赤とか茶色とかゴールドとかがあるんですけれども、今回は紫いっちゃいましたね。ダークバイオレットっていうことで、ここら辺のステッドラーのロゴマークなんかもブラックで仕上げられていて、めちゃくちゃ重厚感がありますね。で、ここら辺の金具とかもマットブラックになっているので、かなり落ち着きがあるんですけれども、ちょっと遊び心があるなと思ったのが、ここのコード表示窓のところですね。ここだけ黄色なんですよね。ちょっとね、エヴァンゲリオン感があって、なんか中二病心くすぐられるモデルだなと思います。でもこの黄色の部分もアクセントみたいになってて、これはこれでね、かっこいいなと思いますね。これ学校で使ってる人がいたらちょっとね、何者だよちょっと思っちゃうかもしれないです、僕は。安心安全の日本製です。で、天井を見ていきますと、ステッドラーリミテッドエディションと、いつものプリントがされています。
それでは中二病シャーペンで書いていこうと思います。やっぱステッドラーの92535のノック感めちゃくちゃいいですよね。このシャキシャキシャキといった感じで、新鮮なキャベツを包丁でザクザク切っているような感じがすごく気持ちいいです。もういつものですね、本当に。もう書き慣れたあのコツコツ感ですね。やっぱこの音からも伝わるこのコツコツ感。これがね、やっぱりこのフルメタルボディでしか作り出せないこの音色なんじゃないかなと思います。ステッドラの92535はアルミボディのペンなので、真鍮ボディのペンと比べると、少しね、高めな音を奏でるんですけれども、でもそれでも十分気持ちいいね、書き心地かなと思います。ただこのペン使うときは、このローレットグリップにね、やっぱ注意してほしいなと思います。めちゃくちゃチクチクとしてるんですよね。なのでグリップ力は最高なんですけれども、やっぱり長時間握ってると、ちょっと指が痛くなっちゃうので、このグリップは正直人を選ぶグリップだなと思います。あと別にこのペン低重心なシャーペンっていうわけでもないので、全然実用的な取り回しなんですけれども、めちゃくちゃスラスラと書きたいっていう方は、さっき紹介した92575とか、あとは92515とかがおすすめかなと思います。でもこのコツコツ感とね、この金属感のあるね、デザインっていうのが最高なので、使っていくのがね、楽しいシャーペンなんじゃないかなと思います。はい、ということで今回は、韓国で爆買いした文房具全部で25個を全部紹介してきました。正直かなりね、たくさん買ったんですけれども、これだけ買って合計金額いくらなのか気になりますよね。今回これ全部買っていくらだったかというと、10万6310ウォンでございます。日本円で直すと1万2225円ですね。これだけ買って1万円ちょっとなので、正直結構安いなと思いました。僕がね、ポンポンカゴに入れてる時、多分3万円ぐらいいくんじゃないかなと思って結構震えてたんですけれども、意外と1万円台で収まったということで、結構コスパのいいお買い物だったんじゃないかなと思います。皆さんもぜひ韓国に行った際は、せめてね、このモナミだけは買ってみてください。これ34円で、しかも韓国の文房具メーカーということで、しっかり韓国らしくて、いいお土産になるんじゃないかなと思います。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。